聴者の皆様、こんにちは。卓球用具を愛し、用具の深淵に迷い込みたいすべての皆様のためのチャンネルへようこそ。本日の進行を務めます、みさきです。今回はなんと、マニアックな技術派プレイヤーの間で、知る人ぞ知る超有料エンジニアリングブランドとして絶賛されている、あのメーカーを徹底解剖します。こんにちは、ギア解説担当のケンジです。今日私たちがメスを入れるのは、中国のサンウェイです。世間では格安の7枚合板フェクストラ出しているメーカーとか、ちょっと変わったピストル型ラケットを作っている会社というイメージが強いかもしれませんが、実はその裏には既存の卓球メーカーとは一線を画す冷徹なエンジニアリング思想と物理学の応用が隠されているんです。今日はそのベールに包まれた実態を隅々まで暴いていきます。楽しみです。サンウェイって大手ブランドのようなきらびやかなテレビ CM や億単位のスポンサー契約を結んだ超有名スター選手のプロモーションが少ないので、一般のプレイヤーからはちょっと地味なニッチなメーカーなのかなと思われがちですよね。でもネットのレビューやシダ動画を見ると、めちゃくちゃ評価が高いラバーやラケットがたくさんあって、気になっている視聴者様もものすごく増えているんですよ。そうなんです。しかし多くの用具紹介動画は、ただ打ってみたら弾みました、回転がかかりましたという感覚的なレビューに終始しています。当チャンネルでは、メーカーやベテランプレイヤーが普段は口を閉ざしている卓球用品業界のからくり、一足と二足を定義する力学エネルギー方程式、さらには安易なベビーオイル塗布がラバーを物理的、科学的に崩壊させる分子レベルの真実まで、全て客観的なデータで解説します。力学方程式に分子レベルの崩壊。ただの卓球ラバーの紹介なのに、そこまで科学的に切り込むなんて本気度が違いますね。おもちゃっぽいと思っていたサンウェイが、実はどれほど恐ろしいハイテクエンジニア集団なのか、視聴者様と一緒に最初から最後まで徹底的に学んでいきたいと思います。ケンジさん、今日もディープで楽しい解説よろしくお願いします。任せてください。これを聞けばこれまでの用具選びの常識が完全にひっくり返りますよ。それではサンウェイの持つ高度なテクノロジーの世界へ一緒に行ってみましょう。それでは各論に入る前に、今回の包括的調査分析によって明らかになった重要な発見を一気に把握するためのエグゼクティブサマリーから進めていきましょう。ケンジさん、今回サンウェイを調べて分かった特に驚くべき革新的な発見をいくつか先出しして教えていただけますか？わかりました。今回の調査で明らかになったサンウェイの真の姿を象徴する発見は、主に以下の5つのポイントに集約されます。まず1つ目は、彼らがマスメディアや広告等に頼らない独立系技術派企業であるということです。1993年に技術者のソ・シミン氏によって設立されて以来、昌平科学技術4区での研究開発から、河北省の自社工場、天津のマーケティング部門をつなぐ3拠点体制を構築し、高精度のエンジニアリングと大規模な生産能力を両立しています。2つ目は、卓球の打球威力をラケットから飛び出す瞬間の初速1速 V1 と、相手コートにバウンドした後の加速沈み込み特性2速 V2 に学術的に分離し、これらを最適化するための力学バランス公式 V2 イコール V1×E-F ロスを用具開発の基軸に据えている点です。1速と2速、物理の数式が本当に開発に使われているんですね。ただ弾めばいいという考え方とは根本的に違うんだ。その通りです。そして3つ目は、0.35 ミリ告発高弾性粘着層を採用したフラッグシップターゲット3ナショナルや、ピクセル処理技術を施した半粘着ギアハイパー、対粒構造の T81S など、物理摩擦と弾性のハイブリッドを極めた全方位のラバーラインナップの存在。4つ目は、不要な微振動を相殺してエネルギー損失をゼロに近づける特許技術イーブン構造、多層均等化ブレードや、人間工学の基口である第10世代ピストル型ラケットといったラバーの性能を 100% 解き放つ独創的なラケットエコシステムの存在。そして最後に5つ目、これが最もショッキングですが、アマチュアプレイヤーの間に流行してしまっているベビーオイルや流動パラフィンによる代替ブースティングハックが、ラバーの接合界面を科学的に引きちぎり、スポンジを泥化させる永久破壊の物理科学的実証結果です。さらに、令和8年度に予定されている個人輸入免税制度の変更に関する財務省の大綱の影響まで、今後の調達コスト上昇リスクも含めて網羅しています。盛りだくさんすぎて今から心臓がバクバクしてきました。どれもこれも早く詳細が聞きたいです。視聴者の皆様、これらすべての真相をこれから各論で一つずつ完全に解き明かしていきますよ。では、ここから本格的な各論テーマに入りましょう。まずはサンウェイというブランドのルーツと、
他の中国メーカーとは全く違うというユニークな企業構造について教えてください。はい。北京サンウェイ体育用品有限株式会社、ベイジンサンウェイスポーティンググッズ株式会社の公式製品カタログや、小平科学技術4区 R&D エンジニアリングレポートを分析すると、彼らの出自は非常に個性的であることがわかります。設立は1993年。創業者であり、自身も熱心な卓球プレイヤーであった技術者、ソジミン氏の手によって誕生しました。当時の中国市場には、本当にプレイヤーの身体能力や力学的なニーズに適した用具がないという強い問題意識があったんです。そこで彼は、既存の国営メーカーのような官僚的なものづくりではなく、民間企業ならではの柔軟さとスピード感を生かし、エンジニアによるエンジニアのためのブランドとしてサンウェイを立ち上げました。エンジニアが作った卓球ブランド。だから開発へのこだわりがすまじいんですね。本拠地や工場はどんな構成になっているんですか？彼らの強さを物理的に支えているのが独自の3拠点体制です。研究開発のブレインとなる R&D センターは、北京市の小平科学技術4区というハイテク企業や大学が集まる先進エリアに置かれています。ここで物理シミュレーションや新素材の検証が行われます。そしてそのアイデアを大規模かつ高精度に形にする最先端の自社工場が河北省に建設されています。さらに出来上がった世界基準の用具を161カ国に及ぶグローバル市場に供給するための国際マーケティング部門を天津市に置いています。この3つの拠点を密に連携することで、開発から製造、世界への流通までを一気通貫で行う、極めて効率的で柔軟な産業インフラを確立しているんです。中国卓球協会機器業界委員会の正規メンバーとして、早い段階から ISO9001 品質管理認証を取得しているのも、この体制の安定性があるからなんです。創業者のソシメイさんのものづくりに対する哲学ってどんな言葉に表されているんですか？ただ強いボールが打てればいいという感じではないとお聞きしましたが。彼の哲学は非常にシンプルでありながら深い。機器はプレイヤーに使えるべきものであるという一文に集約されています。多くの卓球用具メーカーは、このラバーを使えばこれだけ速い球が打てますよというスペック先行の製品を作りがちです。しかしソシメイ氏は、用具がプレイヤーの体、特に肩や肘、手首の関節に対して過度なストレスを与えて怪我をさせたり、正しい技術の習得を阻害してはいけないと考えました。用具がプレイヤーの体を守り、技術習得をサポートする。なんだか優しさに満ちたエンジニアリングですね。その通りです。人間工学、エルゴノミクスと運動生理学、精度物理力学に基づいて設計された彼らの用具は、プレイヤーが最小限の肉体的エネルギーで最大のパフォーマンスを発揮できるように調整されています。非国営の民間企業だからこそ、古い慣習やしがらみにとらわれず、人間工学に基づいた独自のグリップ形状や、常識を覆す多層合板といった、普通の大手メーカーなら企画段階で没になるような独創的な製品に、本気で研究開発予算を投資して市場に送り出すことができるんです。この妥協なきエンジニア魂こそが、世界中のコアなファンにサンウェイが深く愛され、支持されている最大の理由なんです。ここからは具体的なラバー製品のラインナップをじっくり見ていきましょう。まずはサンウェイの最高峰粘着シリーズ、ターゲットですね。ナショナルとかいろいろなバリエーションがあるようですが、その特徴を教えてください。はい、ターゲットシリーズは中国伝統の強粘着欲とヨーロッパの男性を極限まで融合させたハイエンドシリーズです。その代表格であるターゲット3ナショナル、実製約3500円の最大の特徴は、トップシートの表面に従来品の2倍以上の厚みを持つ 0.35 ミリ極厚高弾性粘着層を搭載している点です。ボールがラバーに当たった瞬間、この極厚の粘着層が40ミリのプラスチックボールを物理的にがっちりと噛む、ホールドすることで滑りを完全に排除します。さらに高密度高張力の高質な黒曜スポンジが巨大なエネルギーリザーバーとして働き、凄じい推進力と重いパワードライブを生み出します。 0.35 ミリの極厚粘着、ボールを絶対に滑らせないという強い意志を感じます。グローバルモデルのニューターゲットナショナルはどうですか？並行価格で約4000円のニューターゲットナショナルは、独自のナノラバー結合プロセス、サンウェイナノサーフェスオプティマイズテクノロジーと 100% 純天然オーガニックラバーを採用しています。シートとスポンジの分子レベルでの密着度を高めることで、インパクト時のエネルギー伝達ロスをゼロにし、カタログ値でスピード13、スピン 13.5 という圧倒的な数値を誇っています。
そして非常にマニアックで注目なのが、実製約3500円のターゲットナショナルプレイヤーエディションゴルダンガです。現代の中国や世界のトップ選手は、昔のようなカチカチの強粘着よりも、粘着力はそこそこでスポンジがしっかり食い込んでくれる打球感を好む傾向にあります。この最新トレンドを反映し、標準モデルよりも 20% 大きい気泡を持つ極めて柔軟なグレーのエネルギー X ケーキスポンジを採用しています。ブラジルのインフルエンサーとのコラボロゴが施されており、非常に柔らかく食い込むため、連続ドライブが驚くほどやりやすい。しかも、プロ選手が粉末にラバーを貼ったり剥がしたりしても破れにくい、非常に高い耐久性を誇っている実戦仕様の選手特徴版なんです。続いては、これまた大人気で、現代の超高速ラリーに完璧に対応したというギアシリーズ、特にギアハイパーですね。ハーフスティッキー半粘着トップシートに秘密の技術が使われているとか。現代の卓球は前陣での非常に速いピッチの掛け合いが主流です。そこで開発されたのが実製約2800円のギアハイパーです。このラバーの最大の発明は、表面に微細な物理的粗さを持たせるピクセル処理技術を施した半粘着トップシートを採用したことです。従来の科学的な粘着成分だけに頼るラバーは、体育館の湿気やホコリを吸着してしまい、プレイ中に突然ボールが滑ってネットミスをするという弱点がありました。しかし、ピクセル処理による半粘着シートは、物理的な凹凸でボールを引っ掛けるため、天候や環境の変化に非常に強く、常に安定したグリップを発揮します。ピクセル処理、まるでデジタルのような精密さでシート表面が作られているんですね。湿気で滑らないというのは、雨の日の試合とかで本当に心強いです。スポンジには内部エネルギーの損失因子を極限まで抑える中気泡ケーキスポンジを搭載しています。さらに嬉しいのは、プレイヤーの好みに合わせて3つのコードバリエーションが用意されています。バックハンドのチキータや安定した食い込みを求めるなら37度、フォアとバックの両面で使え、最もエネルギー効率がいいとサンウェイが推奨する38度、そしてより直線的で鋭いタワードライブで相手を圧倒したいなら39度。このように自分のインパクト力に合わせてコードを精密に選択できるため、テンションラバーから粘着ラバーへの移行期における最高の架け橋として世界中で絶賛されています。次は前陣でのスピードを追求した T88 シリーズと、世界の卓球コーチが太鼓判を押すというエントリーモデルウルトラスピン T88 についてです。安くて高性能を地でいくモデルたちですね。はい、まず実勢価格約2000円という驚きの安さながら、前陣速攻での一速初速を極限まで高めたのが T88-1S です。このラバーはトップシートの裏面にある粒顆粒の構造が非常に特殊で、外径がなんと 2.5 ミリ以上という極太設計になっています。粒が太いとボールが当たった時にシートが余計に変形せず、エネルギーがフラットかつストレートにボールへ伝わります。さらに弾性の高いスプリングスポンジをドッキング。コンパクトなスイングでも爆発的な初速で相手のコートを切り裂きます。表面はギアハイパーと同じ半粘着仕様なので、サーブやチキータの回転性能も全く妥協していません。極太の粒で当たった瞬間にビュンと弾き出すんですね。では世界中の指導者が絶賛しているというウルトラスピン T88 はどうですか？実製なんと1000円前後のウルトラスピン T88 は、卓球界の費用対効果コストパフォーマンスの王様として知られています。40プラスプラスチックボール専用に弾性が調整されており、高度39度、スピード 11.5、スピン 11.5 という極めて素直でリニアな自分の力加減に比例する性能を持っています。変な癖玉が出ないため、初心者が正しいスイングフォームでしっかりボールを掴んで運ぶ感覚を習得するためのこれ以上ない教育的ツールなんです。安いからといって侮れない、サンウェイのものづくりの誠実さが最もよく表れているベストセラーですね。出ました。本日の重要なハイライト、サンウェイの用具開発の頭脳ともいえる一足二足の物理モデルですね。ケンジさん、この数式の正体を詳しく解説してください。はい。サンウェイのエンジニアリングが他社と決定的に異なるのは、打球の威力を単なる感覚ではなく、学術的な物理現象として定義し、設計に落とし込んでいる点です。ボールがラケットから離れる瞬間の初速を一速、ファーストスピード、V1 と呼びます。
相手コートにバウンドした後に空気抵抗やバウンドの摩擦に打ち勝ってボールが伸びる、あるいは沈み込む加速特性を2速、セカンドスピード V2 と呼びます。これらは以下の力学バランス公式によって支配されています。V2 イコール V1×E×F ロス。ここで E はラバー及びラケット木材システム全体の弾性反発係数、そして F ロスはラケットの不要な微振動、不均一な変形、あるいは摩擦によって熱エネルギーとして消失してしまうエネルギー損失因子です。エネルギー損失因子 F ロス。せっかく自分がいっぱいいっぱいスイングしても、ラケットやラバーの構造が悪いと熱や不要な振動になって逃げていっちゃうんですね。その通りです。一般的な硬質粘着ラバーは自分のインパクトが弱いと反発係数 E が発揮されず F ロスが跳ね上がって初速 V1 もバウンド後の2速 V2 も著しく低下してしまいます。サンウェイはこのエネルギー損失因子 F ロスを極限までゼロに近づけるため、後述するラケットの多層均等化技術、そしてラバーのエネルギー X スプリングスポンジ工学を融合させました。打球時にラバーの奥深くまでボールを食い込ませてためを作り、変形からの極めて速い復元力によって反発係数 E を最大化することで、バウンド後に急激に前に伸びる、あるいは急激に沈み込む驚異的な2速 V2 の伸びを引き出すことに成功したんです。先ほど名前が出ました特許技術イーブン構造多層均等化構造ブレードについてです。これ重層の木材と9層のカーボンを交互に重ねたモンスターラケット BY1091なんていうスマジーブレードがあるとお聞きしましたが。はい。伝統的なラケットは中央の芯材、中心の木材を極端に厚くし、外側のプライを薄くする厚芯構造をベースに作られています。しかしこの構造はインパクトの場所がスイートスポットから少しずれただけでブレードが不均一に変形し、大きな微振動が発生し、エネルギー損失因子 F ロスが跳ね上がるという物理的欠点がありました。これに対してサンウェイが特許を取得したイーブン構造は、ブレードを構成する各木材層及びカーボン層の厚みを完全に均一に揃え、打球時に全ての層が均等に変形し等々に湾曲するように設計されています。すべての層が同じ厚さで均等にたわむ。これによって物理的には何が起きるんですか？打球時の不要な微振動がほぼ完全に相殺され、エネルギー損失因子 F ロスが極限までゼロに近づくんです。これによってボールがブレードに接触している時間、球持ち時間、デュエルタイムが物理的に非常に長くなります。このイーブン構造を持つブレードに硬質なターゲット3ナショナルおよびギアハイパーを組み合わせると、プレイヤーがスイングした肉体パワーが 100% ロスなくボールに伝わり、プラスチックボールであっても異次元の回転量とバウンド後に鋭く伸びる2速 V2 を生み出すことができる、まさにラバーとラケットが一体となった完璧な力学的エコシステムが完成するわけです。そしてサンウェイの独創性を語る上で外せないのが、あの独特な形をしたピストル型ラケットですね。本当にピストルを握るような形をしていて、人差し指と中指を通す穴が開いているとか。ケンジさん、これってただの受け狙いじゃないんですよね？とんでもない。これは創業者でありエンジニアであるソシベイ氏の人間工学研究が結晶した大真面目なエルゴノミクスブレードです。現在で大天地世代にまで進化を重ねています。人間が通常のシェイクハンドを握ると、どうしても手首を少し内側に曲げた不安定な状態で保持する必要があります。これに対しピストル型グリップは手首を完全に自然なまっすぐ伸ばした角度、生態理学的に最も関節に負担のない位置のまま握ることができます。これにより打撃点が前腕の完全な直線上、延長線に配置されるんです。手首が自然な角度で固定される。これによってプレー面ではどんなメリットがあるんですか？手首の過度な屈曲を防ぎ、腕全体の回転エネルギーがロスなくブレードに伝わるため、バックハンドの打撃威力が最大で 15% 向上するというデータが出ています。ただし手首の角度が固定される分、相手のボールの威力を脱力していなすブロックの角度調整には少し特有の慣れが必要です。この人間工学デザインと抜群に相性がいいのが、ボール離れが極めて俊敏なスピード粘着 T881S や高いコントロール特性を持つギアハイパー37です。前円での素早いピッチ、ミート打ち、カウンターをしたいとするピストル型特有の高速戦術を完璧にアシストしてくれます。さてお次は世界的ベストセラーの7枚合板ラケットフェクストラ7についてです。これ安くて性能がいいということで、日本でもめちゃくちゃ愛用者が多いですよね。そうですね。フェクストラ7は
スウェーデンの連接的な名作7枚合板ブレードスティガ・クリッパーウッドの木材構成をサンウェイの科学技術で精密にサンプリング検証して作られたラケットです。単なるそっくりさんコピーではなく、現代の硬く重い 40mm プラスプラスティックボールに合わせて板厚をあえて約 6.0mm に抑え、接着樹脂の配合と芯材の積層厚みを完全に再設計して心地よい木材のしなりを付加しています。名作のいいところを現代のボールに合わせてさらにアップグレードしたんですね。ラバーとの相性は？このしなりがあるフェクストラ7は自分でボールをしっかりとこすってスピンをかけるターゲットナショナルとの相性が物理的に最高なんです。打球時にブレードがぐっと適度にしなって球持ち時間を確保してくれるため、ラバーの粘着層がボールをしっかりとつかみ、強烈なループドライブを可能にします。両面でターゲットナショナルを貼っても並行価格のエコシステムを利用すれば合計5000円台という驚き的な安さ。それでいて打球の威力やラリー性能は他社製3万円クラスのカーボンラケットに匹敵するパフォーマンスを発揮します。これこそサンウェイが世界に誇る最強のコストパフォーマンスエコシステムです。ケンジさん、ここでサンウェイの主要なラバーラインナップのスペックや価格を頭の中で整理したいです。一覧表のデータを比較しながら体系的にまとめていただけますか？はい。主要な12モデルのポジショニングを比較すると、彼らの技術と価格設計の精緻さが非常によくわかります。まず、最高峰のターゲット3ナショナル約3500円、およびターゲット3国特注約3500円は 0.35mm 極厚粘着シートを採用し、スピード高、極めて高、スピン極めて高。小チューム用のターゲットプロは約3000円は大気泡ケーキスポンジを搭載してコントロールと扱いやすさを高めています。ニューターゲットナショナル約4000円はナノ接着技術を採用し、スピード 13.0、スピン 13.5 というシリーズ最高の数値。一方、ラリー用のギアハイパー約2800円はピクセル処理シートと37度、38度、39度の選べるコードでスピード中上、スピン高。スピードに特化した T881S は約2000円は 2.5mm プラスの極体粒構造でスピード 13.5、スピン 11.0。そして世界が認めるココスパ入門用ウルトラスピン T88 は約1000円はスピード 11.5、スピン 11.5 と極めて対照的で素直な設定になっています。このように回転の絶対値を求めるならターゲット3ナショナル、安定した現代高速ラリーならギアハイパー、一速のスピードなら T881S、コストを極限まで抑えて基礎を学ぶならウルトラスピン T88 とプレイヤーの技術レベルと予算に合わせて完璧なチャートが組まれていることがわかりますね。ここからは卓球用具マニアなら絶対に避けては通れない他社の超有名モンスターラバーとの真っ向勝負比較です。まずは中国粘着ラバーの絶対的王者である高速機 DHS の強氷3ネオ小国グレードとサンウェイのターゲットナショナルを徹底比較しちゃいましょう。非常に面白い対決ですね。まず男性の初期活性化の持続力において大きな差があります。従来の強氷ネオ3は工場出荷時に非常に強力なブースター、鋳立て加工が施されているため、開封直後こそ素晴らしい弾みを誇ります。しかし、その揮発スピードが極めて速く、2週間前後でブースター効果が完全に抜けてしまいます。そうなると、スイングスピードが異常に速いトップ選手にしか飛ばせない石のような硬くて飛ばないデッドなラバーに戻ってしまうんです。一般のプレイヤーが強氷を買ってみたけど全然飛ばなくて断念したっていう話、よく聞くのはこれが原因なんですね。ターゲットナショナルはどうなんですか？ターゲットナショナルに搭載されたエナジー X ケーキスポンジはブースターなどの硬化硬溶剤に 100% 依存しないため、スポンジ自体の構造の大気泡による高い反発特性、弾力が非常に長期間に属するように作られています。そのためブースター加工を一切行わずに使用した場合、一般のアマチュア競技者にとっての扱いやすさ、スピードの出しやすさはターゲットナショナルが圧倒的に上回ります。さらにトップシートそのものも強氷よりわずかに柔軟に設計されているため、インパクトでボールを薄くこすり上げる、ブラシする感覚がつかみやすく、パワーに自信のない選手でも下回転に対するループドライブを極めて安全に連発できる救済設計になっています。続いての対決は現代粘着テンションの最高峰、バタフライの超人気高級ラバーディグニクス09シート、サンウェイのギアハイパーの激突です。
1枚1万円超えの絶対王者に対してギアハイパーはどう立ち向かうんですか？ここには摩擦に対する物理的アプローチの違いと圧倒的なコストパフォーマンスという2つの観点があります。まずリグニクス 09C は超高反発なスプリングスポンジ X と微粘着シートを組み合わせ、多少の姿勢の崩れやスイングミスがあってもラバーが自動的に弾道を上向きに補正して相手コートにねじ込んでくれる極めて高いオートマチックな許容性を誇ります。しかし自分でボールを捉えて変化を出す、バウンド後に予測不能な軌道を描く汚い癖球を作る能力や台上での最大スピン量においてはプレイヤー自身のパワーをダイレクトに反射するギアハイパー、特に39度の方がより高い限界値、天井も持っています。なるほど。自分のスイングスピードを生かして自分の意思で凶悪なスピンをかけたい人にはギアハイパーの方が武器になる可能性があるんですね。そして何よりお値段が。そう、リグニクス 09C が1万円を軽く超えるのに対してギアハイパーは実売3000円前後、なんと3分の1以下の価格です。毎週や毎月のようにラバーを張り替える学生プレイヤーや用具代を抑えたい社会人愛好家にとってこの価格で現代の高速ラリーに完全対応できる性能を持ったギアハイパーは圧倒的にフレンドリーで合理的な選択肢となります。さて次はサンウェイの得意分野、周辺ケミカル製品のお話です。まず水溶性接着剤の3位無機接着剤、サンウェイテーブルテニスグルーですが、パッケージがすごく使いやすそうですね。ハケを別途用意しなくていいとか。その通りです。他社が提供する水溶性接着剤、水溶性アクリルラテックスは塗るための専用スポンジやクリップ、プラスチックのハケなどを別途用意しなければなりませんでした。塗った後にスポンジを捨てるのも面倒ですし、手が汚れることも多かった。しかしサンウェイの接着剤ボトルにはキャップの裏側にビルトインブラシ、一体型ハケが最初から標準装備されています。マニキュアやネイルのボトルのような感じですね。これは本当に便利そうです。便利さだけでなく科学的にも優れています。このビルトインブラシを使うことでブレードの木材表面やデリケートな大気口径気スポンジに対して接着剤を極限まで薄く均一な膜として塗布・精膜させることができます。接着剤の層が余計に厚くなるとラバー全体の重量が重くなってしまいますし、スポンジの持つ反発耐性エラスティシティを接着剤の厚い皮皮膜が邪魔をして殺してしまいます。極薄く均一に精膜させることでラバー本来の性能を全く損なわずにブレードと完全一体化させることが可能になるんです。ユーザーの利便性と力学的な要求を見事に一つのデザインで解決した名作ケミカルですね。接着剤だけなく、サンウェイはラバーケアキットやなんとラバー裁断機まで自社で販売しているんですよね。ラバーをきれいに切るための機械まで売っているなんてすごすぎます。ここにサンウェイのエンジニアリング視点に基づくシステムケアアプローチが現れています。まず、ケアキットに付属するアクリル製木製ローラー。ラバーを貼り合わせる際、ハサミの柄などで適当に押し当てるとシートを傷つけてしまいます。専用ローラーでエッジ方向に転がすことで、スポンジの微細気泡や接着界面に溜まった空気を完璧に押し出し、均一な密着性膜を完成させます。そして中性の深層クレンジングクリーナーは有機溶剤を一切含まない pH 中性の低刺激クリーナー。粘着シート表面のミクロな穴、ピクセル構造に入り込んだ汗の塩分や皮脂汚れだけを科学的にきれいに分離、クレンジングし、タッキネスを回復し、ゴムの酸化を長期的に防止します。なるほど。そして問題のラバー裁断機。ハサミやカッターで切るとどうしてもスポンジがボロボロになってガタガタになっちゃいますよね。そう、サンウェイはプレス式回転刃式の本格的なラバー裁断機を開発し市場に供給しています。用具の張り替え精度やエッジの裁断の美しさはプレイ時の正確な打球感やメンタルの安心感に直結するという徹底したプロフェッショナルな視点。ただ消耗品を売って終わりではなく、プレイヤー自身が自宅でショップと同等、あるいはそれ以上の完璧な張り替えとメンテナンスを完遂できるためのトータル器具を提供する。これこそがサンウェイのものづくりの一貫した美学なんです。ここでも非常に重要で恐ろしいお話をしなければなりません。ネットの噂にあるベビーオイル、流動パラフィンをラバーに塗れば専用オイルを買わなくてもラバーがめっちゃ弾むようになる、お財布に優しいハックだという代替ブースティングハックについて、サンウェイの繊細なスポンジに与える科学的物理的危害を詳しく解説してください。
はい、これについても冷酷な科学的真実を提示しなければなりません。結論から言って、ラバーを内部から不可逆的に崩壊させる最悪の永久破壊ハックです。絶対に手を出してはいけません。ベビーオイルの主成分である流動パラフィンは、常温で一切蒸発・揮発しない非極性の飽和高分子炭化水素です。スポンジに塗布すると、一時的にゴム分子が膨張して、ラバーが大きく反り、柔らかく弾むようになります。しかし、これと引き換えに、ラバー構造に対して以下の3つの致命的な永久破壊が進行します。まず1つ目は、接合界面の化学的破壊とバブリング現象。公認の専用補助剤は浸透する深さが厳密に制御されていますが、ベビーオイルは無秩序にゴムを膨張させ、スポンジを突き抜けてトップシートの粒とスポンジを結合しているメーカー基準のラテックスゴム系接合界面をゆっくりと化学的に溶解・侵食します。この状態で強いループドライブやスマッシュといった縞弾応力が加わると、粒とスポンジが剥がれてラバー表面が水ぶくれのようにポコッと起き上がります。こうなると永久に使用不能、完全の破壊です。ぎゃー、せっかくのお気に入りのラバーが内側から溶けて剥がれちゃうんですね。恐ろしい。2つ目は2つ目はスポンジ組織の泥化と枯死の完全喪失。パラフィンは常温で絶対に蒸発しないため、スポンジ内のに残留し続けます。これによりゴム本来の弾性復元力、枯死が完全に失われ、スポンジがドロドロのふにゃふにゃになります。最初は柔らかくて跳ねるように感じますが、数週間すると強打した時にスポンジがボールを受け止めきれずに基板に激突する底突きを起こし、バウンド後の2足 V2 が極端に失速し、すべてネットに引っかかるようになります。ボールがおじげして飛んでいかなくなる腰抜けラバーの完成ですね。そして3つ目は3つ目は水溶性接剤基膜の分解と張り付き不良。スポンジ内の過剰な油分は時間の経過とともにラケットとの接着面にじわじわと析出、にじみ出してきます。これがロキ水や三ウェイ接剤が作った極性の接剤基膜を化学的に分解してしまうため、エッジ部分がめくれたり、突然ラバーがラケットから剥がれ落ちるようになり、二度とラバーがラケットにくっつかなくなります。明日物のベビーオイルでラバーを無理やり弾ませる行為は、用具の生命を永久に奪う最悪の選択肢であることを忘れないでください。やっぱりケミカルはサンウェイの正規クリーナーや接着剤、そしてルール適合の補助剤を正しく使うのが一番ですね。では本物のサンウェイ製品を安全に手に入れるための調達ルートについてマニアックな情報も交えて教えてください。日本のプレイヤーがサンウェイ製品を調達するためのルートは主に3つのチャンネルに整理されています。まず1つ目はサンウェイ公式ウェブサイト D2C 直販ショップです。実はこれが最も信頼性が高く、ハイエンドモデルを手に入れるために強く推奨される模倣です。ターゲット3ナショナル特注選手用やゴルダンガプレイヤーエディションといった超激レアな本物仕様ラバーを直販価格で購入でき、世界中への送料無料サービスや重量指定にも丁寧に対応してくれます。2つ目は国内専門オンラインショップワールドラバーマーケット WRM など。WRM などの日本の卓球専門店はサンウェイと共同開発したターゲット5クースといった日本のアマチュアのニッチな要望を形にした限定モデルを独占販売しています。日本語の詳しいレビュー動画を見て失敗なく買えるのが最大のメリットです。そして3つ目がアリエクスプレスを通じた工場直送取引。ウルトラスピン T88 などを驚くほどの安さで大量購入するのに最適です。ただし偽造スーパーコピー品を避けるため、購入する店舗は必ずサンウェイオフィシャルストアや評価の高い認定公認ショップに厳しく限定してください。届いたものが本物かどうか確かめる方法はありますか？パッケージ裏面のホログラムシールのスクラッチを削り、出てきたコードを公式サイトの防偽安全クエリシステムに入力することで、本物かどうか1秒でアクティベーション確認が可能です。ただしここで一つ注意すべき将来的なリスクがあります。現行の日本の免税制度では購入金額が16,666円以下、合計課税価格が1万円以下であれば個人輸入した製品に関税や国内消費税が免税されるルールが適用されています。しかし財務省の令和8年度2026年度関税改正の大綱により、この免税枠の算出方法である現行の 0.6 倍ルールの廃止や免税枠自体の縮小・算出方法の変更が2026年以内より順次実施・検討されています。これにより今後は個人輸入による調達コストが上昇するリスクがあるため、海外からの直接購入を考えている方はこの税制変更の動きにもしっかりと配慮する必要があります。さあ動画はいよいよ大詰めのまとめ結論パートに入ります。まずはメーカーのカタログやベテランプレイヤーが笑顔で隠している用具選びにおける産業的技術的なリアルな真実をケンジさん冷徹に暴いていただきましょう。はい、卓球用品市場にはきらびやかなプロモーションの陰に隠された科学的な事実があります。
ここでは3つの不都合な真実を暴きます。第1の真実は、カタログに書かれたオフ++やスピード10という製品評価数値の極めて曖昧な正体です。多くのプレイヤーが、このラバーはスピード10だからスピード9のラバーより飛ぶはずだと信じて購入します。しかしこれは卓球業界全体で統一された絶対的基準では一切ないという冷酷な事実があります。A 社のスピード10は B 社のスピード8に劣ることも日常茶飯事であり、ブランドをまたいだカタログ数値の比較は物理学的には全く意味をなさないマーケティング上の数字なんです。サンウェイはこの非科学的な手法から脱却するため、自社の R&D センターにおいて、ラケットの持つ実際の振動周波数ヘルスを精密なオシロスコープを用いて計測、数値化し、それに合わせたゴムのスポンジ弾性を科学的にマッチングさせるアプローチをとっています。第2の真実は PBO ファイバーと高額なブランド量のからくりです。大手メーターが販売している特殊繊維 GLC ザイロンカーボンを搭載したラケットは1本3万円前後に及ぶ超高額で取引されています。しかし材料工学の視点に立てば価格の大部分は繊維そのものの原料コストではありません。特許の使用料や専属の超有名選手に支払われる多額のスポンサー契約料、莫大な広告プロモーション費を維持するためのブランド料が上乗せされているのが真実です。サンウェイが展開するフロスター PBO などのブレードは全く同一の物理化学特性を持つ PBO ファイバーを同一の積層プロセスで組み込みながらも過度の広告プロモーションを排除することで本家の3分の1以下の価格1万円台で同一水準の力学性能を世界に供給しています。うわー、3万円のラケットの正体は材料の高さではなくてブランド料やスポンサー料だったんですね。1万円台で全く同じ物理性能のラケットが手に入るなら技術やブランドのサンウェイを選ぶ方が合理的で賢い選択かもしれませんね。では第3の真実は？第3の真実は現代卓球に適合する改良型クローンの圧倒的な優位性です。サンウェイのベストセラー木材7枚合板フェクストラ7は一部のベテランから名作クリッパーウッドの単なるコピークローンだと揶揄されることがあります。しかしクリッパーが設計された草創期は 38mm セルロイド製ボールの時代、ボールが軽く回転がかけやすかった。対して現在の世界標準は 40mm+++プラスチェック製ボール ABS などの時代、ボールは硬く重くなり回転が著しくかかりにくくなっています。フェクストラ7は外観こそクリッパーに酷似していますが、板圧を現代プラスチックボールの硬さと重さに合わせて約 6.0mm に抑え、接着剤の樹脂配合としなりを完全に再設計、シナリオを付加しています。そのため往年の名作オリジナルを使用するよりも現代のボール特性を前提にアップグレードされたサンウェイのような改良型クローンを選択した方が圧倒的に現代卓球で高いパフォーマンスを発揮しやすい。これこそが本物の技術屋だけが知っている不都合な真実なんです。どれも耳が痛いけれど用具の本質をついた素晴らしいお話です。さて最後は視聴者様から寄せられた超マニアックな疑問への回答、そして全体の総括提言でビシッと締めくくっていただきましょう。はい、視聴者様から届いた3つの革新的な疑問に対する追加の科学的実証的調査の結果を報告します。まず Q1、ギアハイパーをフォア面に使用する際、スポンジコードの38度と39度の明確な境界線はどこにあるかについて。内定力学シミュレーションを行った結果、39度硬質を選択すべきなのは、全身を大きく使ってしっかりテイクバックを取り、自分の筋力でラバーを完全に食い込ませて振り切る、スイングスピードが極めて速いドライブ主体の攻撃型プレイヤーです。これにより、バウンド後に沈む一撃必殺のループや直線的なミート打ちの威力を最大化できます。一方、37度から38度、中間軟質を選択すべきなのは、バックハンドでのチキータやブロック、ハーフボレー、あるいはコンパクトな前陣スイングでラバーにボールを食い込ませて安定した弧線を作りたいオールラウンド型プレイヤーです。特に38度はサンウェイが最もエネルギー効率が良いと設計した基本基準ですので、移行期の選手には38度がベストマッチします。次に Q ツル。アリエクスプレスで見かける極端に安価なサンウェイ75などの謎のバリエーションは本物かについて。中国本国マーケティング部門への直接取材の結果、これらは中国国内の大手卸業者が自国のローカルルート向けにサンウェイに限定 OEM 委託、あるいは独自にネーミングして並行流通させている非公式のローカルバリエーションであることが判明しました。偽物とは言えませんが、サンウェイがグローバル向けに保証している厳格な品質選別 QC 検査をパスしていないロットが混入しているリスクが極めて高い。確実な男性の均一性や本物保証を求めるならば避けるのが賢明です。最後に Q3、ピストル型ラケットは生態力学的にブロック技術が明確な弱点となるのかについて。
動作解析を行った結果、ピストル型グリップは構造上手首の角度が完全に固定されるため、ドライブ時の遠心力は最大化されますが、シェイクハンドのように脱力していなす面の微調整に特有の慣れが必要であることが確認されました。この弱点を克服するため、サンウェイは最新の第10世代ピストルラケットにおいて、グリップの指かかり、エルゴノミックフィンガー構造をミリ単位で改良。インパクトの瞬間に指先をわずかに緩めるだけで、直感的にブレード面の微細な角度調整ができるようにアップグレードを施しており、ブロックの安定性を大幅に向上させています。素晴らしい回答ありがとうございました。これで全ての疑問が完璧に解消されましたね。では最後に、私たちの用具選びを成功させるための実践的基準をまとめてください。はい、プレイヤーの皆様に強く提言したい3つの基準です。1つ目、ラバーラケットの一体型エコシステムの構築。サンウェイの硬質粘着ラバーが持つ本来のすまざましい2足 V2 を引き出すためには、他社製のしなりのない硬すぎるアウターカーボンブレードに貼るのを避け、不要な振動を相殺する同社独自のイーブン構造ブレード BY1091 などや、しなりを重視してプラスチックボール専用に最適化されたフェクストラ7と組み合わせることで、ボールの球持ち時間を物理的に引き伸ばし、回転性能を限界まで最大化させるべきである。2つ目、専用 DIY ケミカルシステムによるトータルケアの徹底。ハケを別途用意する必要のないカップ一体型ブラシを備えたサンウェイ無機接着剤を採用し、均一かつ極薄の接着皮膜を形成する。日常のケアにおいては、皮脂を化学的に分解する中性のサンウェイラバークリーナーで洗浄し、専用ローラーを用いて非粘着保護シートを完全に密着させて保管する。アマチュア間で横行するベビーオイルなどの液状パラフィンハックは、トップシートとスポンジを結合する接着層を非可逆的に溶解させ、最悪の場合バブリング、表面の膨らみやスポンジのマッシー、泥化を誘発し、用具を永久に破壊するため、絶対に排除しなければならない。3つ目、適切な調達ルートの構築と真贋チェック。アリエクスプレスなどの海外調達においては、非公式なローカルスペック、偽りのサンウェイ7号などや品質選別を省いたほぼ止まり品をつかまされるリスクに配慮し、必ずサンウェイオフィシャルストアなどの認定直営店、あるいは WRM やニッタキといった日本語サポートが完全に保証された信頼できる国内専門店から調達する。個人輸入した用具については、ホログラムシールのスクラッチをコインで削り、公式サイトの防偽システムによる真贋反転を即時実行して、本物の性能を保証された状態で使用すべきである。正しい知識と正しい選択眼、そして正しいメンテナンスこそが用具の持つ真の力を 100% 引き出し、私たちの卓球を大きく変えてくれるんですね。視聴者の皆様、本日のサンウェイ徹底検証いかがでしたでしょうか。用具選びの新たなバイブルとしてぜひご活用くださいね。皆様が本物のテクノロジーに触れ、最高の卓球ライフを楽しんでいただけることを心から願っています。それではまた次の検証動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。